こんばっちぐー、テリアモン女子です。早速ですが本日の企画を発表します。テリアモン女子がデジモンカードの歴史を学んでみたということで、デジカ企画の第3弾になります。これまで TCG& デジカのクイズ、そしてパックの開封とやってきましたけれども、みんなは見てくれたかな？これまでの動画もぜひ見てください。そして少しずつデジカにも僕ね詳しくなってきたんだけども、アンバサダーとして何か足りない気がしてて、ついにそれに気がついたんです。それがデジカの歴史ということで、歴史を知れば何でもできるなんか往年の人のやつになっちゃった、コメント欄では昔のデジカを遊んでたって人も多かったし、アンバサダーとして知っておきたいんだよね。デジカの魅力をみんなに余すことなく知らせていきたいと思っています。そして今回はデジモンのファン歴20年以上のデジモンを愛する方に来てもらいました。ということでよろしくお願いします。よろしくお願いします。緊張してるでも顔は出さないんだね、今日はね。はい、裏方なのでそんな今まで裏方の人たちバンバン出てくれないその人たちがかわいそうになるからね。今回は天の声として一緒にデジモンカードのことを学ばせてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。デジカも昔から好きなんですよね。はい、デジカはずっと集めてました。コレクション中心に楽しんでたんですが、いろんなカード集めてファイリングして、いつも一人でニヤニヤ眺めて楽しんでましたそんなみんなでじゃあ今日はニヤニヤ眺めさせてくださいよということで、いっぱい持ってきてくださったんですよね。コレクション持ってきました。ありがとうございます。こんなにいっぱいあるよ、ファイルがいっぱい。ということで僕のスタッフさんがチェックしてくれるそうです。でででででん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 。うわー、すごい綺麗にファイリングしてやる。あ、僕の知ってるデジモンたちがたくさんいるよ。うわ、すごいかわいい。あー、すごいねこれ。赤い枠と青い枠がありますけど、これはどういう意味なんですか？青い枠が通常のデジタルモンスターのカードになってまして、赤いのが X 抗体を持ったレッドフレームのカードになってます。デジモンの特徴によって色が分けられている形です。なるほどなるほど。この中で一番レアなものって何ですか？豪華なゴールドの加工がされているものがリアリティの高いものになります。これでしょ、絶対これでしょ。グライドもこれ全部同レアリティなんですか？なんかちょっとでもやっぱり光り輝いてるものほど名前が光っているもの、名前が光ってるもの、キラキラしているもので加工が施されているものの順番です。はあ、そうなんだ。かっけー、かっけー。すごい、ほらすごい。見て見て見て、ほら。お札みたいになってるすごいね。これをいただけるということでそんな鬼畜なことはしないです。それではデジカの歴史を学んでいきたいと思います。デジカの年表がこちらです。テリリン。1999年デジモンのカードとして一番最初に登場したのはカードダスデジモンアドベンチャー。これはデジタルモンスターカードゲームよりも前の商品なんだね。なんかもうこれアグモンさんがさこれアニメでさ並べてさ開けごまもんのやつじゃない？枠ちょっと違うかもしれないけどすげえ似てる。タイチこれもうえーいうわー全部好きうわーかわいいこのカードがカードです。デジモンアドベンチャーなんだね。すごいね。アニメデジモンアドベンチャーに登場したシーンをデザインしていて、表面は番組の CM 前後に登場したアイキャッチ、裏面はデジモンを紹介する図鑑になってるんだって。トゥットゥットゥルントゥトゥンドゥドゥドゥンドゥドゥンだだから見たことあっ
ったんだね。この図鑑全部欲しいね。うわー懐かしいね。ということで、じゃあ次に行ってみましょう。1999年デジタルモンスターカードゲーム。うわすごいよ。これ全種類ある？当時僕が手に入ったものなので全種類はないと思います。そうなんだね。感想をどうぞって言われてるけど可愛いしか出てこない今デジモン図鑑で使われているイラストだったり、あと当時書き下ろしで動きのついたイラストだったり、あとたまに 3D みたいな形で描かれているカードもあったりして。これかな、殻付きのメモンとかこれ 3D すごい。スタッフさんの一番おすすめのカードとかありますか？インペリアルドラモンパラディンモードとオメガモンが並んでると。ああここですね。この2枚を手に入れて並べられた時はすごく嬉しかったのですごい大事なページです。いいですね、マウント取ってきますね聞いたくせにメタルグレイモンとかは好きだな。かっこいいもんな。ここら辺のカードもねえ、みんな今欲しくてもなかなか手に入らないんだろうな。ちなみにデジモンたちが A、B、C の3タイプに分かれていて、それぞれ3タイプの技を持っているんだけども、例えば相手が A タイプだったら A の技が使えるよっていうルールになっています。例えばテイルモンだったら A は猫パンチ、 B はキャッツアイ、そして C 守るっていう形になっておりますけれども、 A が必殺技、 B が特技、 C が防御技ってなってます。 A が一番攻撃力は高いけど C は A の攻撃力をゼロにするっていう効果があって、 A、B、C の3タイプは3すくみの関係になってるんだ。要するにじゃんけんみたいなことだね。そして実は他のスタッフさんからもこれまでのデジタルモンスターカードゲームに関するアンケートをもらっているので紹介していこうと思います。ブルーカードがどうしても欲しくてなけなしのお小遣いを投入しまくったのですが、結局手に入らずとても悔しい思いをした記憶があります。共感できますか？ブルーカードはおもちゃとも連動していたのですごく欲しかったですね。いやー、さすがバンダイさんはこうやって連動でオタク心をくすぐってくる。さすがだね。いいよ商売人そして続いてはあるあるネタご紹介していきたいと思います。テレビアニメより先行して新デジモン公開、これ超ネタバレじゃん。そうだったんですか？たまにありました。たまにカードのデジモンなんだろうと思ってアニメ見たら出てきたみたいな。でもなんかそれは予習みたいなもんだからいいね。ということで20年以上前だけど思い出って本当に色褪せないもんですね。そして続いてまいります。2006年に発売されたデジタルモンスターカードゲームアルファ、デジモンセーバーズの時代に登場したカードですということで、ルールは前作を踏襲しているんだけどカードのデザインも一新されて新しいカードゲームとして展開していたんだって。そしてほぼ同時期に展開したのが究極対戦デジモンバトルターミナル。ゲームセンターなどで遊べたデータカードダスになっていて、筐体に読み込む用のバーコードがついてるのが特徴なんだ。ほら見てバーコードついてる。これ見てよ、未開封のパックがこの時代にあるんだって。すごいね。スタッフさんが揺らしてるけどすごいね。そしてね、本当に開けてくださいスタッフさん。開けちゃった令和の時代にレオモンだ。かっこいい。これスタッフさん欲しかったカードとかなかったのかな。ポン
デバイス、すごい 3D が歴史を感じる 3D。 そしてリュナスも強そう。かわいい。ドラコも。そして待ってくれででででんででででんでんでん、身長があるもの、やばい、すごいな。待って、ほらキラッキラしてる。これ大丈夫？すごい。これほんと仕込んでないからね。すごい、こんなレアなものを令和まで温めちゃってすごく羨ましい。これをそっとポケットにしまう。いやー、いいもの見た。ぜひ皆さんお家にね温めてるパックがあったら今すぐ開けよう。そして続いてまいります。2010年に登場したのがデジモンクロスボウズ超デジカ対戦。これはデジモンバトルターミナルの後継でゲームセンターなどで遊べたデータカードダスになっております。デジモンクロスボウズを題材にしていて、デジモンバトルターミナルとは違うルールだったんだって。カード裏には AR コードと呼ばれるものが記載されていたんだね。デジモンクロスアリーナやデジモンクロスローダーとも連動していたのが特徴になっております。うわ、かっこいい。カードかっこいい。そして続いてまいります。2011年に登場したのがデジモンジントリックス。カードに書かれたシリアルナンバーを登録してオンライン対戦を行うネットカードダスゲーム。登録した複数のデジモンでチームを編成、陣形を決めて戦う陣取りゲームだったんだ。ということで現物こちらにあります。でででん、うわー、イラスト超リアル。なんかちょっと今までのとは変わりましたね。すごいね。オンラインで知らない人とも対戦ができたっていうことですよね。はい。いいなあ。僕もその時代にカードをたくさんやってたらいろんな世界中の人たちとつながれていたかもしれないんだなと思ったら、今からでもなんか欲しくなっちゃうなって思った。そして続いて2016年デジモンユニバースアプリモンスターズカードゲーム。デジタルモンスターカードゲームと混ぜて遊ぶことはできないけど、デザインやルールは踏襲していたんだ。さらに同時期にゲームセンターなどで遊べるデータカードダスも展開していたんだ。それがこちらにございます。ででどんどん。すごい。また新たなイラストの感じ。もう毎回ほんと僕たちを喜ばせてくれる。かわいい。すごいね。今見てもねかわいいし斬新だし、コロコロってるよ。すごいね。中でもおすすめのカードはどれですか？ここら辺ですか？はい。わあ、かわいい。うわもう目がもうとかかっこいい。ここだ。こ土線を飾っておりますよ。ここじゃん。かっけー。このデジ文字が描かれててかっこいい。そしていよいよ2020年、今のデジカと呼ばれるデジモンカードゲームが発売されます。ということで見ていきたいと思います。2020年版デジモンアドベンチャーと同じタイミングでスタートしました。なんか男らしい。これが僕の推しですとばかりに
一番最初のは、希少カードと呼ばれるものだったりイベントでしか手に入らないものだったりするので特別感を持って最初に集めてます。わあ素敵ですね。コレクターのこういうねファイリングのね癖とかもね多分そのトレーディングする人のね好みになっているということでこういうのを見るのも楽しいですけれども色によって特徴が分かれていて条件が揃えばどんなデジモンからも進化が可能となっております。僕はやっぱりウォーグレイモンかっこいいなって思うしそうなってくるとメタルガルモンも好きだしそうなってくるとやっぱオメガモンが好きだなっていう風になるな。デジモンいいよね。わあすごい見つけちゃった。選ばれし子供と一緒に写ってるこのカードもすごい素敵。この世で一番素晴らしいカードを見せたいと思いますケリアモン助手のカードです。かわいいね。アグモン博士も写ってるしこれはもう最高レアリティですよ僕の中では。かわいい本当にかわいい。僕が一番世界で一番かわいいということで僕ちょっとテリアモン女子のカードで盛り上がっちゃったんだけどデジタルモンスターカードゲームを知っているとおっと思わせる仕掛けもあるんだ。これなんです。はい、これが一番最初のデジタルモンスターカードゲーム。そしてほらタイトルが一緒緻密な戦術。同じタイトルだけどちょっとカードのイラストが違うけどこう踏襲してるよっていうのがね。デジタルモンスターカードゲームのデザインや効果をイメージしたり踏襲したりしたカードが今のデジモンカードゲームにも登場しています。おーすごい。デジタルモンスターカードゲームデジカっていうことなんだね。すごい。こんなにあるの？こんなに。実は君飛べない。すごい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 デジモンカードゲームを見てじゃあ次はデジカにこのカード収録しようとかって考えてるってことなんですかね。考えてるって神がうなずいてたということでこれがね歴史なんだなって25年もかけて培ってきた神々の遊びですよすごいね。デジカの長くて熱い歴史を知ることで今のデジカももっともっと好きになった気がしました。そしてなんと2025年4月からデジカは世界中で発売タイミングが同じになります。2025年4月からスターターデッキやブースターパックも続々発売されます。年間通した世界大会も開催されるためこれからデジカはどんどん盛り上がっていくこと間違いなしだよ。世界中のみんなとデジカを通して友達になれたらいいな。さらになんと1月31日金曜日にデジモンカードゲームブースターパックオーバーザ X が発売されます。わーいやったー。注目カードはねアルファモン、オウリュウ剣エース、そしてゼファーガモンエースが収録されております。楽しみだね。僕は今から並ばせていただきます。でも近隣の人たちに迷惑をかける行為はダメ絶対ということで今日はここまで。たくさんの歴史を学ぶこともできたしいろんなカードを見ていろんなデジモンやテイマたちのねイラストも見られて本当に充実した時間だったな。本当に番組っていいものですねそしてこのスペシャルなデジカの企画はですねこれからも続けていきます。デジカ好きのみんなも楽しみにしていてね。デジカをやったことのないみんなは僕と一緒に勉強していこう。それでは今日はこれでお別れ。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。コメント欄でみんなのデジカの思い出や
デジモンカードゲームの面白いところを教えてください。つこって今日はこの言葉でお別れしたいと思います。ギガデストロイヤー